皆様こんにちは。 Google の生駒です。このセッションではライオンの挑戦から学ぶ全世代デジタル時代のマーケティングと題しまして、クリニカのビジネス課題に対してライオン様、博報堂様、そして Google がどのようなマーケティング目標を設定し検証してきたか、そして今後どのような取り組みを行っていくのかについてご紹介させていただきます。それではライオン株式会社ヘルス&ホームケア事業本部オーラルケア事業部クリニカブランドマネージャー今村健一様、株式会社博報堂ビジネスプロデューサー沼田直弘様、どうぞご登壇ください。どうぞおかけください。では今村様、沼田様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは今村さん、クリニカが直面しているビジネス課題として顧客のメディア接点の変化への対応があると伺っております。どのような変化が起きているのでしょうか。皆様こんにちは。ライオンでクリニカのブランドマネージャーを担当しております今村と申します。さて、デジタルシフトが進んでいることを皆様もすでに実感されているかと思います。ただそこでイメージされるのは若年層であり、中高年齢層はやはりまだテレビが効率的という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし私たちは実態として今や全世代がデジタルと深い接点を持っている時代だと思っております。クリニカは幅広い世代のお客様にご愛用いただいているオーラルケア市場で数量ナンバーワンの全世代型ブランドでございます。これまでテレビ CM を中心に高い認知率を獲得してきたため、 YouTube などのデジタル広告はリーチの補完として一定量投下するという位置づけでございました。しかし今のお客様のメディア接点を考えると、もはやテレビ一辺倒が最適解ではないと考えております。なるほど、今村さんありがとうございます。ブランドとしてこれまでのやり方を変える必要があったということですね。博報堂の沼田さん、メディアの視点ではどうでしょうか。はい、デジタルシフトが進んでいる背景として大きいのが質の高いコンテンツの増加とコネクテッドテレビの進化ではないでしょうか。その象徴の一つでもある YouTube はテレビで活躍されているタレントさんや番組制作者が進出したことで見応えのある動画が増えていますし、 YouTube クリエイターの動画もますます多くの人々を魅了していると思います。そしてテレビリモコンに YouTube ボタンがついていることもあり、日常的にテレビで YouTube を見ることが定着してきました。それに電車の中でも多くの人がスマートフォンと向き合っていて、今では家でも外でも常にスクリーンを持ち歩いている状態で YouTube が生活の一部になってきていると日々実感しています。今村さんとも普段から最適なメディア配分について議論させておりますよね。そうですね。我々が YouTube 広告の本格的な活用を目指すきっかけとなりましたのが、昨年ローンチしましたこちらクリニカプロです。この商品の最大の特徴は酵素になります。日本で唯一歯ブラシでは届かない歯垢を分解除去できる有効成分酵素を配合、質の高い予防歯科の実践をサポートするラインとしてローンチいたしました。当然浸透を一気に高めていきたいフェーズでしたけれども、これまでの手堅いメディア戦略を繰り返しているだけでは商品動かないと感じておりました。そこでこの数年で全世代の生活に入り込んだ YouTube を強化することにしました。特に認知だけでなく態度変容まで動かす力があるのかを試したかったため、 Google さんに協力いただきまして、特徴理解、ひいては売上への貢献の可視化と効果検証を行うことといたしました。それでは実際の広告のクリエイティブとして、まずは TrueView 広告、そしてバンパー広告をご覧ください。酵素入りかそれ以外か誕生クリニカプロ。ご覧いただきました通り、酵素を訴求軸にしたクリエイティブです。従来のオーラルケアカテゴリーは歯周病、口臭などお客様のお困りごとを前提に訴求を組み立てるのがセオリーでした。
一方で特に困りごとはないんだけれども、信じられるもので日々の歯磨き習慣の質を高めていきたい、そう考えるお客様は一定数いらっしゃいます。そこで今回は症状への対応とは異なる酵素で思考を分解除去という信じていただく、そして期待していただく理由にフォーカスしたこれまでにない試みでした。検証結果について沼田さん、ご紹介お願いいたします。はい、今回の結果には大変興味深い発見がありました。まず酵素分解という特徴理解ですが、非接触者と比較するとテレビと YouTube を重複接触させた場合5ポイントリフトしていることが分かりました。これはテレビ単体よりも高いリフトです。また態度変容を向上させるために YouTube で必要な有効接触回数は3回であるという今後の指針になり得る基準を発見することができました。そして態度変容に必要なコストはテレビの3分の1でした。さらに売上への貢献まで可視化したところ 11% の売上増加も確認することができました。これらはあくまでも今回の配信条件の中ではありましたが、貴重なデータになりました。特にバンパー広告についてはその後も一つのメッセージに絞り込んだ構成を変えずに行っており、効果も非常に出ております。ありがとうございます。特に商品に多くの魅力がある中で一つに絞って訴求するのは大変勇気のいることだと思いますが、果敢に挑戦されて再現性のある結果を出されたのは大きな発見でしたよね。今村さん、最後にこの結果を受けて現在取り組んでいることをお伺いできますでしょうか。この発見以降、オーラルケアブランド全般においてこれまでキャンペーンごとに最適化していたデジタルをより汎用的な指針を持って活用できるようになりました。特に Google さん、そして博報堂さんと議論を深めてまいりたいのが、ブランド課題への貢献度を可視化し、そしてプランニングに反映することです。具体的には数値だけで判断せず、その背景を探ることが大切だと思っています。生活者のメディア設定にどのような変化があるのか、どのような視点でコンテンツを楽しまれているのか、そしてそこにブランドとしてどのようなメッセージをお届けするべきなのか、ブランドの課題を深掘りしながら対話を重ねていきたいと考えております。ありがとうございます。沼田さん、複数のブランドのプランニングを担当する立場からはいかがでしょうか。はい、これまでの成功体験や手法を柔軟に見直し、ブランドごとに最適なプランニングとクリエイティブ開発を進めてまいりたいと考えております。最近ライオンさんとは比較的高年齢層で症状が出ている歯周病ケア商品でも YouTube の活用を進めていこうとお話ししております。私たちが特に注視しているのは社会や生活者のインサイトの変化です。常にスクリーンとともに生活するようになったので、広告はより一方的な押し付けではダメだと意識する必要があります。例えばテレビは従来からリーチもインパクトも大きいのが強みですが、その一方でその情報が必要でない人にも何度も届いてしまうという側面があり、結果として負の感情を持たれてしまう可能性もあります。今回の効果検証で YouTube 広告が実際に購買まで寄与することが分かったことは、マーケティング全体の投資効率改善に向けても非常に良いことなのですが、それと同時に必要な情報が必要な人に届いている、この点で生活者のメリットにもつながっていると考えております。有益な情報を必要としている人へしっかり届け、人々が生活をより快適にする、それが未来の広告だと私たちは考えております。これまでは見えづらかったデータも可視化し、そして再現できる形に落とし込むチャレンジをライオンさん、Google さんとより一層連携していきたいなと思っております。今村さん、沼田さん、貴重な学びをご共有いただきましてありがとうございました。このセッションのまとめとしましては、一つ、若年層だけでなく中高年齢層も含めて顧客層の行動実態に合わせたメディア接点を見極める。2つ目に、広告投資はリーチ人数だけでなく認知や態度変容、ブランドリフトした人数や売上貢献で評価する。最後に、従来のコミュニケーションのセオリーから脱却し、
デジタルを使った複合的な検証を通じて新しい成功パターンを見つける、この3つをご紹介させていただきました。本日お集まりの皆様におかれましても大変示唆に富むお話だったかと思います。続きましては、サントリー様にご登壇いただきまして横断型キャンペーンにおけるマーケティング ROI の検証についてご紹介いただきます。以上をもちまして本セッションは終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。